というわけで、真打ち登場。はい、こんな感じでね、第二次ポエリ戦争勃発、総勢10万を超える戦闘員だけでね、これで1万1000減る。ここで1万1000消える。場所を移しましょう。結局ね、この戦いまでに、ごきげんよう、世界史の時間です。第二次ポエニ戦争、ついに始まります。ハンニバル、ローマへと旅立ちます。はい、前回のおさらいです。イベリア半島、現在のスペイン、ポルトガルがあるところ、ヒスパニアですね。当時はヒスパニアって言っていたけれども、ここが前回の舞台でした。バルカ一家がどれくらいその勢力圏を広げていったのかっていうことですね。今ちょろちょろ流れていたのがここですね。これがエブロ川で、ここよりも北側は一応ローマの勢力圏だよと。こんなところまでまだローマ来てないけれども、それより逆に言えばバルカ家、カルタゴがこのエブロ川よりも北へは出てこないでねということを約束したので、ここで止まっているわけですよ。でこの黄色いところ、大体イベリア半島の南半分ですかが勢力圏に収まったというわけですね。マッサリアというギリシア人の都市国家があります。で、こことローマは非常に昔から仲が良かった。そこの領域を侵しているわけですね。そして明らかにここから先行くよっていう意思をハンニバルが示していたわけです。そこまでやったわけだな。はい、ヒスパニアの経営はお父さんのハミルカル・バルカから始まったわけなんだけれども、ハミルカルさんは戦場で命を散らし、その後を継いだのが娘婿ハスドルバル、かっこイケメンだったわけですよ。ハンニバルから見たら義理のお兄さんに当たるわけだけどね。そして彼も奴隷に暗殺されてしまった。でその後を継いだのがハンニバルだったわけですね。そしてハンニバルも着々とその領土を広げていったわけなんだけれども、彼は9歳の時にカルタゴを出立してヒスパニアに来ています。で来る時にお父さんと一緒にローマに絶対に復讐を果たすんだと、決してローマの友とならないと誓いを立てた。だから彼はローマと戦うことがその第一目標だったわけです。そのための準備を着々と進めていきました。この人がハンニバル・バルカ。というわけで真打ち登場。でね、ローマへの復讐、滅ぼすことっていうのかな、これがハンニバルの目標なわけなので、お友達が必要だと。そこで白羽の矢が立ったのがガリア・キサルピナですよ。ついこの間、ローマに侵略されて、ボイー族とかインスブリ族とかいたじゃないですか。あの辺がみんなローマの支配下に入ってしまったわけですね。でローマの人々は彼らをかなり低い待遇で虐げていたので、彼らはものすごく不満がありました。だから秘密でスパイっていうのかな、密使を送り届け、お手紙を送り届け、そしてカルタゴはこれからローマに攻め込みますよ、だから一緒にやりましょうよなんていうことを伝えていたわけですね。こうやっていくつかガリア・キサルピナにもそのガリア人の部族がいるわけなんだけど、その中でもボイー族とかインスブリ族なんていうのはハンニバルのこのラブコールに応えてくれて友好関係を築いていました。はい、これも前回のおさらいになってしまいますが、ガリア・キサルピナってどの辺だったっけってお話ですね。今キラキラって言っているのがローマとカルトハダシュとちょうど画面の両サイドに当たるわけなんですが、そしてこのピンク色に染めたところがローマの当時の領域、そしてこの赤黒いところがインスブリ族、黄緑色のところはボイー族です。ローマがここまで侵攻してくるっていうか勢力圏に組み込む前はもうちょっと広い領域を支配していたっていうか縄張りにしていたのがこの2つの部族だけれども、ローマに組み込まれて以来多分領域はこれくらいまで狭められていたはずなのね。憶測の域を出ないんだけれども多分これくらいだったでしょう。非常にいじめられていたようです、ローマ人に。だからハンニバルが一緒に戦おうよとお手紙を送ったら、いいよやろうと言ってくれたわけだね。さてローマへ侵略するわけなんですが、ただ何の理由もなくローマに攻め込んでいったってただの侵略者だ、悪の軍団ということになってしまうわけだよね。そうするとガリア・キサルピナだってその他の虐げられている人々だってローマに復讐できないわけですよ。悪の手助けはできないわけですね。だから大義名分、正義が必要になるわけです。そこで白羽の矢が立ったのがサグントゥムという都市国家でした。これはイベリア半島系、ヒスパニア系の人々が作った都市国家なんだけれども、
ローマと同盟関係にありました。エブロ川よりも南にあるので、基本的にはカルタゴの勢力圏のはずなんだけれども、ローマはこのカルタゴの勢力拡大、急速な勢力拡大に非常に警戒心を持っていたので、サグントゥムと同盟関係を結んだわけですね。で、これは条約違反になるわけだよ。エブロ川の南は基本的にカルタゴ、ハンニバルの勢力圏なわけだから。というわけで、ここを攻めるわけです。包囲攻撃して、結構サグントゥムもね、要塞都市なので、いくらハンニバルでも攻め落とすのに8ヶ月かかってしまったんですが、でも8ヶ月でこれを攻略するわけですね。同盟国のサグントゥムがやられたわけだから、ローマは怒ります。そしてハンニバルにやめろって言うんだけれども、ハンニバルはそんなこと完全にしかと無視しまして、サグントゥムを結局落としてしまいました。仕方ないからローマは本国のカルタゴへと抗議します。だけれどもここまで来てしまうと、カルタゴも、いや、あれはハンニバルが勝手にやったことですからとは言えないわけですね。というわけで、ローマはどっちにすんだよ、平和を選ぶのか、戦争を選ぶのか。で、カルタゴの元老院は、どっちでも好きな方を選べよ、言っちゃうわけです。じゃあ戦争だねというわけで、結局第二次ポエニ戦争がここから始まることになるわけですね。はい。サグントゥム。ハンニバルが包囲戦をやって第二次ポエニ戦争の引き金となった都市国家だけれども、今ちょろちょろっと流れているのがさっき言ったエブロ川。ここを境にして左側、こっち側がカルタゴ、こっち側がローマって決めたわけだね。で、サグントゥムはこのちょうど画面の真ん中ぐらいです。さあ始めようか。いただきます。はい、こんな感じでね、第二次ポエニ戦争勃発するわけですな。はい、サグントゥム攻略に8ヶ月もかかってしまいました。兵隊さんみんな疲れています。そこで一旦皆さん国に帰ってもらいます。冬の間なんだけれども英気を養えと、そして元気になってまた戻ってこいよというわけで一旦解散するわけですね。ハンニバル自身も拠点であるカルタハダシトに戻りまして、そこで英気を養うことになるわけなんだけれども、春になり改めて軍を再編します。その結果、総勢10万を超える戦闘員だけでね、10万を超える大部隊を編成することになるわけですね。歩兵、基本的に重装歩兵ってことだけど、これが9万、騎兵が1万2000、そして戦蔵ですよ、切り札っていうのかな、これが37と。こんな大軍勢プラス非戦闘員、これが、例えば奴隷であるとか補助部隊であるとか補給部隊であるとかその他商人たちとかね、いろんなものを含めると相当な数になるんでしょうね。そんな巨大な軍団を率いてこれからカルタハダシトを出達するということになります。ヒスパニアの守りは弟のハスドルバルに任せることになります。ややこしいですね。2人目のハスドルバル。ほんと名前ね、同じ人多いのよ、この時代。ローマもカルタゴも。結局もうこの時点で、地中海の制海権はほぼローマに牛耳られています。だから海で行こうとすると大概捕まるかなっていうのもあるし、大体が沿岸伝いに行かなきゃいけないからね。いきなり遠洋にえいって出ていくと迷子になっちゃうかもしれないし、やばいのは嵐なわけだよ。うっかり嵐にぶつかってしまって全部沈んじゃったらそれで一巻の終わりだからね。ちょっと船で行くのは博打かなっていうところがあって、結局陸路進むことにするわけですね。どちらにしろエブロ川を渡ることになるわけなんですが、エブロ川を渡ればその先には、つまりローマとの間っていうことだけどね、長い道のりがあって、その間には主にガリア系ですがいくつもの民族が控えています。で、彼らが縄張りを持っていてそこを通るわけだね。中には通してくれよ、敵は君たちじゃありません、あくまでローマと戦いたいです、よかったら仲間になりませんか、なんていう風にお誘いしながら、もしくは通行料みたいのを貢ぎ物みたいな感じで払いながら進んでいけばいいんだけれども、ここは絶対通さんなんてやつらもいてね、そういうのとは頑強に戦わなきゃいけないわけですよ。で、結局エブロ川からピレネー山脈を越えるまでに2ヶ月かかっています。ピレネー山脈って今のスペインとフランスの国境線になっているところだけれども、結構800メートルぐらいの高さの緩やかな山脈だそうで、だから越えるのはそんなに苦労はしない。問題はそこに住んでいる民族たちが頑強なんですね。縄張り意識がすごく強くて、異民族、よそ者を通そうとしないわけです。だからここで結構厳しい戦い2ヶ月続けることになるわけなんだけれども、
結局なんとかね、ここを平定しまして、で、候補の憂いっていうのかな、守りを部下の藩野に任せることになります。だからここで兵隊さん置いていかなければいけません。歩兵1万に騎兵1000がここで消えてしまうことになります。プラス、これからローマに行くぞって段階になって、いきなり及び腰になった、やっぱやめたいんですけどって言い出した、帰りたいですって言い出したヒスパニア人の兵隊たちがいたのね。だから、いいよ、帰って。結局こういう人々が一緒にいても途中で反乱を起こされるかもしれないしね、作戦の途中で逃げ出されたりなんかしたらもうとんでもないし、どうしようもなくなっちゃうから、今のうちに切り捨てようということで穏やかに帰っていただくことにしました。帰りたい人とここで挙手を願うわけですね。そうすると兵隊さん1万1000人が僕ら帰りたいですって言うから、そのままじゃあお帰りくださいって言ってすんなり返してあげました。結局この時点で歩兵が5万、騎兵9000、戦蔵30頭まで減少しています。戦蔵については37頭から30頭に減ってるんだけど、この辺記述がよく分かんなくて曖昧なのね。とりあえずクエスチョンマークつけておきました。というわけで領域をちょっとスライドさせます。これエブロ川ね。エブロ川流れてて、サグントンここにあって、ピレネー山脈だ。でね、ピレネー山脈のふもとまで来ると、ついにマッサリアの縄張りがあるわけですよ。これマッサリア本国だけれども、ここにエンポリオンという出先機関、植民地ですね、があって、これが立ちふさがるわけですね。これも攻め落とさないといけない。バイバイ。こんな感じで1万1000減る。ここで戦闘で2万1000減り、一応エンポリオン手に入れた。よろしく頼む。と言って、藩の隊を置いとく。ここで1万1000消える。結局、残りヒットポイントで、残り兵力ってことね。5万9000まで減っちゃうわけですね。はい。ピレネー山脈を越えて先へ進んでいくわけなんだけれども、海岸線はマッサリアの縄張りです。そしてそのまま海岸線行くとマッサリア本国があります。ここも歴史の長い非常に強固な都市国家なので、これを攻略するのは大変でしょう。当然ながらローマが援軍に来ます。海側から船でどんどん補給されるといつまでたってもマッサリア攻撃できないし、その間にローマの軍隊に後ろに回られたりしてちょっと厄介です。なのでマッサリアと直接対決は避けたい。避けるということはもっと内陸部へ行くということになります。すると結局アルプス越えるしかルートはないんですね。船で行けない、海岸線も無理となったらもうアルプス越えるしかないでしょ。だけどアルプスを越えれば直接ガリア・キサルピアに出られるわけですよ。でそこでガリア人たちの諸部族と合流できるわけだね。このメリットが一つあるわけだな。というわけでこれにかけることにします。アルプス山脈の手前にはローヌ川という大きな川が流れています。川幅1キロ近くあります。すんごい広い川が流れているんだけれども、そこまではなんとかほぼ大きな抵抗も受けることなく進軍が進んだようですね。あんまり資料残っていません。ただしこの間にかなりの量の兵隊は減っています。後でそれもちょこっと紹介するけれども、多分離反があったのかもしれない。逃げちゃった兵隊結構いたかもしれない。プラスそれなりに抵抗はあったのかもしれない。よくわかりません。ただガクンとまた兵隊減りました。というわけでついにローヌ川流域にたどり着くことになるわけなんだけれども、そこにはウォルカエ族というやっぱりガリア人の一派ですね、民族が住んでいました。でこのウォルカエ族はマッサリアのすぐ隣に住んでいるので昔から友好関係にあったようです。だからマッサリアに協力するよと、つまりハンニバルをこのローヌ川とかさせないぞと邪魔することにするわけですね。川の向こう側で待ち構えております。この攻撃を受けながら幅900メートルもある川を渡らなきゃいけない。ハンニバルも大変だったね。でもね、なんとか苦労してね、彼戦争の戦いの天才だからうまくここを切り抜けまして、なんとかローヌ川を渡ることに成功しています。というわけでローヌ川流域へと場所を移しましょう。はい、マッサリアがちょうど画面の真ん中下あたりにあります。そして
ローヌ川が南北にちょろちょろ流れている900メートルも幅がある大きな川です。で、その背後にはアルプス山脈が待ち構えています。かなり行軍大変そうだよね、これ。広い川、高い山、そしてウォルカエ族。結局ね、この戦いまでにまた1万3000も兵隊減ってるわけですよ。ウォルカエ族なんとか倒したけれども。残りヒットポイント4万6000まで減っちゃった。10万超あったんだよ。もう半分以下だもんね。ずいぶん大変だったな、ここまで。どうすんだろう、これ、この後ハンニバル。と、ちょっと解説をしながら不安になってしまうんですが、結局、ウォルカエ族どうやって倒したかっていうと、川の前に陣取ってるわけだよね。まあ、川の向こう側っていうのかな。でもって、ずっと上流の方に別動隊を派遣して、またこれをね、指揮するのがハンノってやつなんだけど、ややこしいよな。ずっと上流の方でローヌ川を渡りまして、戻ってくるわけですね。でもって、後ろ側に回るわけだよ、ウォルカエ族の。で、裏側に回ったところで、のろし上げて、回ったよっていうことをハンニバルに合図を告げます。すると、ハンニバルが一斉に川を渡り始めるわけだな。そうすると、ウォルカエ族がここぞとばかりに攻撃してくる。で、攻撃を始めたところで、背後にあるウォルカエ族の拠点に放火するんです。火をつけちゃうんですね。略奪を始めます。そうすると、ウォルカエ族の背後で火の手が上がったことに気づいて、うろたえるわけだ。やばいっていうんで、半分は向こうに逃げてっちゃうっていうの？火事を消さなきゃって言って行っちゃうわけだね。で、指揮系統バラバラになったところを一気にハンニバルが攻撃してぶっ倒してしまうという、そういうやり方でウォルカエ族を倒したそうです。この後、先祖30頭を連れて幅広い川を渡んなきゃいけません。これに約2日かかっています。今、ゾウさんここにいるんだけれども、こんなにでかくないよ、ゾウ。人間これくらい、これ座ってるけどね、こう立ってるとこれ170センチぐらいとしたってさ、そうすると大きさこんなもんだろう。体高3メートルか4メートルぐらいになっちゃうよね。こんなでかくないです。実際、アフリカゾウはこれくらい大きさあるんだけれども、アフリカゾウって気性が荒いので、多分先像としては使いにくいです。なのでこの時使っていたのは丸耳像ってやつで、肩までの高さがだいたい 2.4 メートルぐらい。それでも人間よりははるかにでかいけどね。実際のやつってこれくらいの大きさ。今ちょっとうるさかったですか？ゾウさんの鳴き声を入れてみたんですが、これはもうずっと後のインドのムガール帝国の先像なんだけれども、人間の大きさこんなもんです。十分でかいけどね。馬の二回りぐらいでかいっていう風に考えればいいかな。こんなでっかい櫓立てて2人も3人も人乗せるなんてのは無理ですね。というわけで、これが現実だった。それでも十分強力な兵器にはなるわけですな。はい、ついにハンニバル出陣ということで、ローヌ川までやってきたわけですが、いかがでしたでしょうか？ためになった、面白かった、気に入ってくださった方は、チャンネル登録よろしくお願いします。作っている本人、とても喜びます。それはそれとして、こっから大変だよね。もう兵隊4万6000まで減っております。この後、アルプス山脈越えます。大変です。そして越えた後には、ついにローマ本拠地ですね。ローマの本体が待っていることになります。前途多難ですね、これは。一体どうなるんでしょうか。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。